解説。これが日本の味。和食で絶対に食べるべき料理トップ10。ねえマリサ、日本の和食って本当に世界中で人気なんだね。そうだぜ。和食は2013年にユネスコの無形文化遺産にも登録されて、世界的にも評価されてるんだぜ。でも、和食って言っても種類が多すぎて、何を食べるべきなのか迷っちゃうよね。確かにな。寿司や天ぷら、味噌汁にすき焼き、どれも美味しいし、選ぶのは大変だな。そうそう、私はお寿司が好きだけど、天ぷらも捨てがたいし、寒い日は鍋料理が食べたくなるし、結局全部食べたくなっちゃうよ。まあ、それだけ和食には魅力が詰まってるってことだな。外国人観光客も、日本に来たら絶対に和食を食べたいっていうくらい人気だぜ。でも、和食って健康にもいいって聞くけど、具体的にどういう理由があるの？良い質問だぜ。レイム、和食は栄養バランスが取れているし、発酵食品や新鮮な魚、野菜をたくさん使うから、体にも優しいんだ。だから世界的にもヘルシーな食事として注目されてるんだぜ。なるほど。確かに、お味噌汁とか納豆とか、体に良さそうなものがいっぱいあるもんね。そうそう。でも、いろんな和食がある中で、絶対に食べるべき和食トップ10を紹介していくぜ。果たして1位に輝くのはどの料理か、最後まで楽しんでくれよな。第10位。天ぷら、安土桃山時さて、10位にランクインしたのは、天ぷら。これはもう、みんな大好きな和食じゃない？そうだな。天ぷらは衣がサクサクで、中の具材はジューシー。江戸時代には屋台でも売られてて、庶民にも大人気の料理だったんだぜ。そんな昔からあったの？でも、天ぷらって日本料理なのに、なんだかちょっと外国っぽい気もするんだけど。いいところに気づいたな。実は天ぷらのルーツは16世紀後半にまで遡るんだ。日本にやってきたポルトガル人が持ち込んだテンポーラっていう料理が元になってるんだぜ。テンポーラ、なんだか舌を噛みそうな名前ね。まあ簡単に言うと、魚や野菜を揚げる料理だな。でも、日本に伝わってからは、独自の発展を遂げたんだ。例えば、衣に使われる卵と小麦粉の割合や、油の温度管理の工夫で、今のサクッとした軽い食感が生まれたんだぜ。なるほどね。でも、天ぷらって揚げ物だから、ちょっと重いイメージがあるんだけど。確かに揚げ物だけど、天ぷらはサクッと軽い口当たりが特徴なんだ。実は、揚げる時の温度がめちゃくちゃ重要で、職人は180度前後の高温で短時間にカラッと揚げることで、油っぽさを抑えてるんだぜ。職人さんってすごいんだね。ところで、天ぷらって何を揚げるのが一番美味しいの？定番なのはエビ、キス、レンコン、ナス、シシトウあたりだな。特にエビ天は寿司やそばのトッピングにも使われるくらい人気だぜ。エビ天は間違いなく美味しいよね。でも、なんで天ぷらってそんなに日本人に愛されるようになったの？江戸時代には屋台で手軽に食べられるファストフードだったんだ。今でいうハンバーガーみたいな感覚だな。それに、油を使った料理って当時はちょっと贅沢だったから、庶民にも特別な料理として人気が出たんだぜ。なるほどね。じゃあ、天ぷらって現代でも進化してるの？もちろん、最近ではオリーブオイルを使ったり、創作天ぷらとしてアボカドやチーズなんかも揚げられることがあるんだぜ。アボカドの天ぷら、それはちょっと気になるかも。そうだろ？和食は伝統を守りつつも、新しいスタイルにも挑戦してるんだぜ。第9位。味噌汁、奈良時代頃。さて、第9位は、味噌汁。これは間違いなく日本人の食卓に欠かせない一品だね。その通りだぜ。味噌汁はシンプルだけど、奥が深い和食の代表格なんだ。実は味噌自体は奈良時代頃に中国から伝わって、鎌倉時代には今の形に近い味噌汁が食べられるようになったんだぜ。そんなに歴史があるんだね。そういえば、お味噌って何でできてるの？味噌の主な原料は大豆、麹、塩だな。発酵させることで旨味が増して、栄養価も高くなるんだぜ。そうか、発酵食品って健康にいいってよく聞くけど、具体的にどういう効果があるの？
味噌には乳酸菌やアミノ酸が含まれてて、腸内環境を整えたり、美肌効果があったりするんだ。それに、塩分が気になる人もいるかもしれないけど、実は味噌に含まれるカリウムがナトリウムの排出を助けるから、適量ならむしろ健康にいいんだぜ。なるほどね。でも、味噌汁って具材が色々あって、家庭によって全然違うよね。そうなんだ。例えば、関東では豆腐とわかめが定番だけど、関西では白味噌を使った甘めの味噌汁が好まれることが多いんだぜ。あと、北海道では鮭やじゃがいもを入れた味噌汁が有名だな。地域によって味噌汁の味も違うんだね。でも、そもそも味噌汁ってどうして日本の食卓にこんなに定着したの？理由はいくつかあるんだけど、一つは手軽に栄養を取れることだな。戦国時代には武士が戦場で食べる携帯食として味噌玉を持ち歩いてたんだ。味噌を丸めて乾燥させたもので、お湯を注ぐだけで味噌汁が作れたんだぜ。昔のインスタント食品みたいなものね。それなら確かに便利だし、栄養もあるし、一石二鳥だね。そうそう。それに、味噌汁の出汁に使われる昆布や鰹節には、旨味成分が豊富に含まれてて、日本料理全体の基礎になってるんだ。確かに、味噌汁の出汁が美味しいと、それだけで満足感があるよね。そういえば、最近はいろんな変わり種の味噌汁もあるみたいだけど、マリサのおすすめってある？最近はトマトや牛乳を使った洋風味噌汁とか、スパイスを入れた味噌汁なんかも人気だぜ。でも、やっぱり基本はシンプルな味噌汁が一番だと思うな。第8位、すき焼き、江戸時代後期。さて、第8位は、すき焼き。わあ、これは豪華な料理がランクインしたね。そうだな。すき焼きといえば、甘辛い割り下で牛肉を煮て、溶き卵につけて食べる。あの味は最高だぜ。でも、すき焼きっていつ頃から食べられてたの？すき焼きが今の形になったのは江戸時代の後期だな。ただ、それ以前にも、すきという農具を使って肉や野菜を焼いて食べる料理があって、それがすき焼きの名前の由来になったとも言われてるんだぜ。農具の好きから来てるんだ。でも、江戸時代ってあんまり牛肉を食べるイメージがないけど、その通りだぜ。昔の日本では仏教の影響で、牛肉を食べる習慣はほとんどなかったんだ。でも、江戸時代の後期になって、一部の地域では牛肉を食べる文化が広まってきたんだよ。なるほど。でも、すき焼きって関東と関西で味付けが違うって聞いたことあるよ。よく知ってるな。関東では割り下を先に作って具材を煮るスタイルだけど、関西では最初に牛肉を焼いて、そこに砂糖や醤油を直接かけて味付けするんだぜ。そんな違いがあるんだ。どっちのすき焼きも美味しそうだけど、どっちが人気なの？地域によるけど、どっちも根強い人気があるぜ。関西風は肉の旨味をダイレクトに楽しめるし、関東風は割り下でじっくり煮込むから、全体的に味が染みて美味しいんだ。じゃあ、どんな具材を入れるのが定番なの？定番なのは牛肉、長ネギ、豆腐、白滝、白菜あたりだな。あと、地域によっては鶏肉を入れるところもあるし、最近ではチーズやトマトを入れたアレンジすき焼きも人気だぜ。チーズやトマト。それ、もう洋食じゃない？そうかもしれないけど、意外と甘辛い味付けに合うんだぜ。和食って意外と進化し続けてるから面白いんだよな。確かに。でも、すき焼きってちょっと贅沢な料理ってイメージがあるよね。そうだな。特に良い和牛を使ったすき焼きは、かなり高級な料理だぜ。でも、昔は牛肉自体が珍しかったから、すき焼きを食べること自体が特別なことだったんだよ。すき焼きって歴史があるだけじゃなくて、地域や食材によっていろんな楽しみ方があるんだね。第7位、しゃぶしゃぶ、1950年代。次にランクインしたのは、しゃぶしゃぶ、すき焼きと並ぶ鍋料理の代表格だね。そうだな。しゃぶしゃぶは薄切りの肉を熱いお湯にさっとくぐらせて食べる。シンプルだけど奥が深い料理なんだぜ。でも、すき焼きと違って味付けがシンプルな気がするけど、それが美味しさの秘訣なの？そうそう。しゃぶしゃぶは肉そのものの旨味をダイレクトに楽しめるのが魅力だぜ。それに、
タレを変えることで味のバリエーションが広がるのも特徴だな。なるほど。でも、しゃぶしゃぶって日本の伝統料理かと思ったけど、そんなに歴史が古いわけじゃないの？いいところに気がついたな。実はしゃぶしゃぶの歴史は意外と新しくて、1950年代に日本で生まれた料理なんだぜ。そんなに最近の料理なの？どうやって生まれたの？もともとは中国の山羊肉、シュワンヤンローっていう、羊肉を熱湯にくぐらせる料理がルーツだと言われてるんだ。それを日本風にアレンジして誕生したのがしゃぶしゃぶだぜ。じゃあ羊肉が元だったのね。でも、日本ではやっぱり牛肉が主流だよね？そうだな。日本では牛肉の品質が高いから、霜降りの和牛を薄く切ってしゃぶしゃぶにするのが定番になったんだぜ。でも、しゃぶしゃぶってすき焼きほど甘辛い味付けじゃないけど、どうやって食べるの？基本的にはポン酢やごまだれをつけて食べるのが一般的だな。ポン酢はさっぱりしてるし、ごまだれはコクがあって濃厚な味わいだから、どっちも人気があるぜ。どっちも美味しそうで迷っちゃうね。あと、しゃぶしゃぶには野菜とかもたくさん入れるよね？そうだぜ。定番なのは白菜、長ネギ、えのき、春菊なんかだな。それに豆腐や白滝も入れて、ヘルシーに楽しめるのがしゃぶしゃぶの良さだぜ。確かに、しゃぶしゃぶって脂っこくないし、野菜もたくさん取れるから、体に優しい感じがするね。まさにその通り。しかも、高温の出汁にさっとくぐらせることで、余分な油が落ちるから、すき焼きよりもあっさりしてるんだぜ。なるほどね。そういえば、しゃぶしゃぶってお店で食べるイメージが強いけど、家庭でも簡単に作れるの？もちろん、家庭でも鍋さえあれば簡単にできるし、最近では一人鍋用のしゃぶしゃぶセットも売られてるから、自宅でも手軽に楽しめるんだぜ。それは嬉しいね。ところで、しゃぶしゃぶって和牛だけじゃなくて、他のお肉でもできるの？できるぜ。豚しゃぶは特に人気があるし、最近では鶏肉や魚をしゃぶしゃぶにするスタイルも増えてるんだ。変わり種ではラム肉や鴨肉のしゃぶしゃぶも美味しいぜ。お肉の種類を変えるだけで、いろんな味を楽しめるのね。そうなんだ。しゃぶしゃぶはアレンジの幅が広くて、今でも進化し続けてる和食の一つなんだぜ。第6位、おにぎり、奈良時代頃。さて、第6位にランクインしたのは、おにぎり。これはもう日本人のソウルフードって感じがするよね。その通りだぜ。おにぎりはシンプルだけど、奥が深い料理なんだ。実は奈良時代にはすでに存在していたって言われてるんだぜ。そんなに昔からあったの？なんとなく現代的な食べ物かと思ってたけど。いやいや、意外と歴史は長いんだぜ。奈良時代の文献に、豚汁っていう言葉が出てくるんだけど、これは炊いたご飯を手で握って固めたものだったんだ。でも、それって今のおにぎりとはちょっと違う感じ？そうだな。現代のおにぎりとはちょっと違って、形も大きくて、手軽に持ち運べる保存食みたいなものだったらしいぜ。なるほどね。でも、おにぎりって今やコンビニでも売ってるし、日本の食文化にめちゃくちゃ根付いてるよね。そうなんだ。平安時代や戦国時代にも、おにぎりは兵士たちの携帯食として活躍してたんだぜ。戦の時に片手でパクッと食べられるから、すごく便利だったんだ。なるほど。確かに、弁当箱を持って戦場に行くわけにはいかないもんね。笑い。そういうことだな。それに、おにぎりは江戸時代に入ると、庶民の間でも気軽に食べられるようになって、お弁当文化の一部になっていったんだぜ。おにぎりって本当に時代を超えて愛されてるんだね。でも、具材の種類もいっぱいあるよね。そうそう。定番は梅干し、酒、おかか、昆布あたりだな。でも、最近ではツナマヨ、明太子、焼きたらこ、さらには唐揚げ入りとか、バリエーションがどんどん増えてるんだぜ。ツナマヨ、それ、大好き。でも、おにぎりってどうして三角形が多いの？それには諸説あるけど、一つは山の神に感謝を込めてっていう意味があるらしいぜ。お米を大事に育ててくれた自然の恵みに感謝する意味で、山の形に似せたとも言われてるな。ただの形かと思ったけど、ちゃんと意味があるんだね。そうなんだ。でも、
実際は丸型や俵型のおにぎりもあるし、形に厳密な決まりはないんだぜ。なるほどね。そういえば、最近は海外でもおにぎりが人気だって聞いたことあるけど、そうだな。海外の寿司ブームの影響もあって、おにぎり専門店ができたり、外国人もおにぎりを作る動画をアップしたりしてるんだぜ。わあ、なんだか嬉しいね。日本の食文化がどんどん広まってる感じがする。そうだな。シンプルだからこそ、どこでもアレンジしやすいし、これからも世界中で愛されていくと思うぜ。第5位、うな重、江戸時代。さあ、第5位にランクインしたのは、うな重。これはまた豪華な料理が来たね。そうだな。うなぎをタレで香ばしく焼き上げて、ほかほかのご飯に乗せる。最高の贅沢だぜ。でも、うな重ってどうしてこんなに人気があるの？うな重の歴史は江戸時代に遡るんだ。実は当時、うなぎは庶民の間でもよく食べられていたんだぜ。でもなんか、うなぎって高級なイメージがあるけど、確かにな。今では高級料理のイメージが強いけど、江戸時代の頃は、かば焼きとして屋台で売られていて、割と気軽に食べられていたんだぜ。屋台で売られてたんだ。でも、どうして今みたいなうな重の形になったの？実は、昔は串に刺して焼かれてたんだけど、ご飯の上に乗せるスタイルが流行り出したんだ。さらに、弁当箱のような重箱に詰めて提供するようになったのが、今のうな重の形の始まりなんだぜ。なるほど。じゃあ、うな重が人気になった理由って何なの？それはズバリ、スタミナ食だからだな。江戸時代の人たちは、暑い夏を乗り切るために栄養価の高いものを食べようとしたんだ。その時、うなぎが需要競争に良いって言われて大流行したんだぜ。だから、土曜の丑の日にうなぎを食べる習慣があるんだね。その通り、実は、あの習慣を広めたのは、平賀源内っていう江戸時代の発明家なんだぜ。あのエレキテルで有名な平賀源内。なんでうなぎと関係があるの？平賀源内はアイデアマンでな。あるうなぎ屋から夏場に売り上げが落ちるんだけど、どうしたらいいって相談されたんだ。それで、土曜の丑の日にうのつくものを食べると夏バテしないっていう民間信仰を利用して、うなぎを食べる日って宣伝したんだぜ。じゃあ、平賀源内がいなかったら、今の土曜の丑の日の習慣はなかったかもしれないんだね。かもな。まあ、うなぎは実際に栄養価が高くて、ビタミン A や D が豊富だから、夏バテ予防にぴったりなんだぜ。なるほど。でも、うなぎって最近は値段が高くなってるよね。そうなんだ。昔はもっと手軽に食べられたけど、うなぎの乱獲や環境問題で、天然物は特に希少になってるんだぜ。それはちょっと悲しいね。でも、養殖のうなぎもあるよね。そうだな。日本では養殖技術が進んでて、美味しいうなぎを安定供給できるようになってるぜ。ただ、それでも高級品には変わりないけどな。そっか。でも、たまには贅沢して美味しいうな重を食べたいね。第4位、そば、鎌倉時代頃。さあ、第4位にランクインしたのは、そば。これも日本の伝統的な食べ物だよね。そうだな。そばは日本の麺文化の中でも特に歴史が長く、鎌倉時代頃にはすでに食べられていたと言われてるんだぜ。そんなに昔からあるの？なんとなく、江戸時代あたりから広まったイメージだったんだけど。まあ、今みたいな細い麺状のそばが主流になったのは江戸時代なんだけど、そばそのものはもっと古いんだぜ。鎌倉時代には、そば粉を水で練ってお団子状にしたそばがきっていう料理が食べられてたんだ。そばがきって聞いたことあるけど、普通のそばとは違う感じなんだね。そうなんだ。そばがきは、そば粉にお湯を加えて練り、もちもちした食感に仕上げる料理なんだぜ。でも、江戸時代になると、そばを細く伸ばして麺状にするそば切りの技術が広まり、今のそばの形が定着したんだ。なるほどね。じゃあ、そばって全国で食べられてるけど、地域ごとの違いってあるの？あるぜ。例えば、関東では濃いめの醤油ベースのつゆで食べる江戸そばが主流だけど、関西では出汁の効いた薄めのつゆで食べることが多いんだぜ。そうなんだ。でも、
蕎麦って年越しに食べる年越し蕎麦のイメージが強いよね。そうだな。年越し蕎麦の習慣も江戸時代に広まったと言われてるんだ。蕎麦は細く長いから長寿を願うとか、切れやすいから厄を断ち切るっていう縁起を担いで食べるようになったんだぜ。そんな意味があるんだね。でも、蕎麦ってヘルシーなイメージもあるけど、実際のところどうなの？いい質問だな。蕎麦にはビタミン B1 や B2 が豊富に含まれてて、代謝を助ける効果があるんだ。それに、ルチンっていう成分が入ってて、血管を強くする働きもあるから、動脈硬化の予防にもいいんだぜ。すごい、美味しいだけじゃなくて、健康にもいいなんて最強じゃん。そうなんだぜ。だから、蕎麦は昔から事業食としても重宝されてきたんだ。そういえば、蕎麦屋さんに行くと、ざる蕎麦と盛り蕎麦があるけど、あれって何が違うの？簡単に言うと、ざる蕎麦には海苔が乗ってて、盛り蕎麦には海苔がないっていう違いだな。でも、昔はつゆにも違いがあって、ざる蕎麦は特別な出汁を使ってたって言われてるぜ。そういう違いがあったんだね。でも、蕎麦って冷たいのも温かいのもあって、どっちを食べるかいつも迷っちゃうよね。それは好みの問題だな。暑い夏には冷たいざる蕎麦やぶっかけ蕎麦が人気だし、寒い冬には温かいかけ蕎麦やニシン蕎麦が最高だぜ。なるほどね。蕎麦ってシンプルだけど、奥が深いんだね。第3位、お寿司、江戸時代。さて、第3位にランクインしたのは、お寿司。これはもう、日本を代表する和食中の和食って感じだね。そうだな。お寿司は和食の中でも世界的に人気のある料理で、日本の食文化を象徴する存在だぜ。確かに。でも、お寿司って歴史が長そうだけど、いつから食べられてたの？お寿司の起源はすごく古くて、もともとは東南アジアが発祥だと言われてるんだぜ。それが奈良時代頃に日本に伝わったんだけど、当時は慣れ寿司といって、魚を塩とご飯で発酵させて保存する方法だったんだ。それって今のお寿司とは全然違うよね？そうだな。今みたいな握り寿司の形になったのは江戸時代だぜ。それまでは押し寿司みたいな形が主流だったんだけど、江戸時代の後期に屋台でさっと食べられる江戸前寿司が誕生したんだ。じゃあ、江戸時代に今のお寿司の形ができたってこと？そういうことだな。江戸前寿司は、すぐに食べられるように、酢飯に新鮮な魚を乗せて握るスタイルになったんだ。それまでの寿司よりも手軽に食べられるから、庶民の間で爆発的に広まったんだぜ。なるほどね。そういえば、江戸前寿司って江戸前ってついてるけど、何か特別な意味があるの？いい質問だな。江戸前っていうのは、江戸湾、今の東京湾のことを指してるんだ。つまり、江戸前寿司っていうのは、江戸湾で採れた新鮮な魚を使った寿司って意味なんだぜ。でも、お寿司ってネタの種類がすごく多いよね。そうなんだ。定番のマグロやサーモン、エビ、イカ、タコから、高級なウニやトロまで、本当にバリエーションが豊富なんだぜ。私はエビが好きだけど、マリサのおすすめは何？私はやっぱりマグロの赤身だな。でも、最近は炙り寿司とか創作寿司も増えてて、いろんな楽しみ方ができるぜ。確かに、海外ではカリフォルニアロールみたいな巻き寿司も人気だよね。そうそう。海外では生魚に抵抗がある人もいるから、アボカドやクリームチーズを使ったり、フライにしたりして独自の進化を遂げてるんだぜ。お寿司って、日本の伝統を大事にしながらも、ちゃんと世界に広がってるんだね。その通り。でも、日本のお寿司屋さんにもこだわりがあって、特に江戸前寿司では、ネタに仕事をして旨味を引き出す技法があるんだぜ。ネタに仕事をする？どういうこと？例えば、小肌は塩と酢で締めたり、マグロは漬けにして醤油の旨味を染み込ませたりするんだ。これを江戸前の仕事って言って、職人の腕の見せ所なんだぜ。そんな技術が詰まってるなんて、やっぱりお寿司って奥が深いんだね。第2位、和牛ステーキ、1970年代以降。さて、第2位にランクインしたのは、和牛ステーキ。うわぁ、これは高級感がある料理だね。そうだぜ。和牛ステーキは日本の食文化の中でも特に贅沢な料理の一つで、
世界中のグルメたちを魅了してるんだ。確かに、和牛って聞くだけで特別な感じがするよね。でも、和牛って普通の牛肉とどう違うの？いい質問だな。和牛っていうのは、日本独自の品種の牛のことで、特に霜降りのサシがたっぷり入ってるのが特徴なんだぜ。油の融点が低くて、口の中でとろけるような食感が楽しめるんだ。じゃあ、和牛っていつからこんなに有名になったの？実は、和牛が世界的に注目されるようになったのは1970年代以降なんだ。それまでは日本国内で食べられてたけど、海外への輸出や国際的な評価が高まったのがこの時期なんだぜ。なるほど。でも、和牛のステーキって、具体的にどんな種類があるの？和牛にはいくつかの代表的なブランドがあるんだ。例えば、神戸牛、松阪牛、近江牛、米沢牛なんかが有名だな。それぞれ育て方や環境が違って、味わいにも個性があるんだぜ。そんなに種類があるんだね。でも、和牛って高級だから、なかなか食べる機会がない気がする。それもそうだな。でも、最近では比較的リーズナブルな和牛のステーキも出回ってるし、ふるさと納税の返礼品なんかで手に入れる人も増えてるんだぜ。おお、それなら私でも食べられそう。そういえば、和牛のステーキって焼き方にこだわる人が多いよね。そうだな。和牛は肉質が柔らかくて脂が多いから、強火で表面をしっかり焼いて、中割れ揚げ身に仕上げるのが美味しい食べ方なんだ。焼きすぎるとせっかくの旨味が逃げちゃうから注意だぜ。なるほど。じゃあ、ソースは何が合うの？和牛の旨味を活かすなら、シンプルに塩とわさびがおすすめだな。もちろん、ステーキソースやポン酢も合うけど、肉の味をそのまま楽しむのが一番贅沢なんだぜ。シンプルな味付けが一番ってことね。そういえば、和牛って海外でも人気らしいけど、本当にそんなに評価されてるの？そうなんだ。和牛は世界的に見ても最高級の肉として知られてて、特にアメリカやヨーロッパでは和牛って名前でブランド化されてるんだぜ。すごいね。でも、海外の人たちが和牛を食べるとき、日本と違う食べ方をすることもあるの？あるぜ。海外ではハンバーガーにしたり、BBQ スタイルで豪快に焼いたりすることもあるみたいだな。でも、やっぱり日本の和牛ステーキの繊細な味わいは、日本で食べるのが一番だと思うぜ。第1、おせち料理、平安時代頃。ついに来たね。第1位、日本の和食の中で最も食べるべき料理。それは、おせち料理。そうだぜ。おせち料理は、日本の伝統と文化が詰まった特別な料理なんだ。お正月に食べるものとして有名だけど、実はその起源は平安時代に遡るんだぜ。そんなに昔からあったの？なんとなく江戸時代あたりからの習慣かと思ってたけど。いやいや、もっと古いんだぜ。おせち料理の元になったのは、宮中で行われていた、せちえっていう儀式の料理なんだ。当時の貴族たちは、季節の変わり目を祝うために特別な料理を用意していたんだぜ。それが今のおせち料理に繋がってるんだね。でも、なんでお正月に食べるようになったの？それは江戸時代に入ってからのことだな。お正月は新年を祝う大切な行事で、台所の神様を休ませるために、年末に料理を作り置きしておいたんだ。それが、おせち料理として定着していったんだぜ。なるほどね。でも、おせち料理っていろんな種類があるよね。それぞれに意味があるって聞いたことがあるけど。その通り、おせち料理には、一つ一つに縁起の良い意味が込められているんだ。例えば、黒豆は豆に暮らせるようにっていう意味があるし、数の子は子孫繁栄を願うものなんだぜ。ちゃんと願いが込められてるんだね。他にもどんな意味があるの？例えば、エビは長寿の象徴で、髭が長くて腰が曲がるまで長生きすることを願ってるんだ。あと、昆布巻きは喜ぶに欠けてるし、レンコンは穴が開いてるから未来を見通せるっていう意味があるんだぜ。すごい。ただの豪華な料理じゃなくて、ちゃんと意味があるんだね。そうそう。だから、おせち料理は単なる食事じゃなくて、新年の願いを込めた特別な料理なんだぜ。でも、最近はおせちを食べない家庭も増えてるって聞くけど。確かにな。
昔は家庭で手作りするのが普通だったけど、今はコンビニやデパートで買う人も多いし、そもそも洋食のおせちやオードブルを用意する家庭も増えてるんだぜ。時代とともにおせちも変わってきてるんだね。でも、やっぱり伝統的なおせちも食べてみたくなるな。だよな。日本の伝統を感じながら、新年を迎えるのも素敵だぜ。総評、まとめ。いやー、マリサ、今回のランキングを見て、改めて和食の奥深さを感じたよ。そうだろ？和食ってただ美味しいだけじゃなくて、それぞれの料理に歴史や意味があるんだぜ。天ぷらや寿司みたいな世界的に有名なものから、おにぎりや味噌汁みたいな身近なものまで、日本にはたくさんの魅力的な料理があるんだね。そうなんだぜ。それに、和食は単なる食事じゃなくて、健康にもいいし、文化や縁起を大切にしてるっていうのが面白いよな。確かに、例えばおせち料理には一つ一つに意味が込められてたり、そばには長寿の願いが込められてたりするしね。そうそう。だから和食はただの食べ物じゃなくて、日本の文化そのものなんだぜ。なるほど。じゃあ、マリサは今回のランキングの中で、一番食べたいのはどれ？どれも魅力的だけど、やっぱり和牛ステーキかな。とろけるような食感がたまらないんだぜ。私はやっぱりお寿司かな。特に新鮮なネタの握り寿司は最高だよね。いい選択だな。まあ、結局は全部食べたいんだけどな。それな。というわけで、今回は和食で絶対に食べるべき料理トップ10を紹介したぜ。みんなもぜひ、日本の美味しい和食を堪能してくれよな。それじゃあ、また次の動画で会おうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。